さらばゴジラ。さらばゴジラ。え、ゴジラ終わるの？今から16年前、ゴジラ映画の歴史に一度幕が下ろされました。その時に公開された映画がゴジラファイナルウォーズ。総勢15体以上の怪獣が登場するお祭り映画なんて呼ばれ方もしているゴジラ映画。今回はそんな映画のあのイラストがフィギュアになりました。それがこちら、坂井裕二ベストワークスセレクションゴジラ2004ポスターバージョンさらばゴジラ少年リック限定版。はい、というわけで往来則義さんが描くポスターバージョンのゴジラ。キャー、こっちじゃなくてこっちの方のゴジラですね。しかも造形は坂井裕二さんということで、往来則義さんと坂井裕二さん、イラスト界の巨匠と造形界の巨匠の夢のタッグというね、これは本当にやばい作品です。ではね、早速開封していきましょう。はい、まずね、箱がこうね、めちゃくちゃかっこいいんだけど、でかいですね。そして素材が PVC だけじゃないので、結構重いんです。こんな感じで説明がね、書いてますね。金属プレート付きの台座っていうのがいいよね。いや、ワクワクするな、これ。よっしゃ。ここに素材があって、PVC の他に PUR っていうね、ポリウレタン樹脂っていうものが主に使われてるっぽいですね。台座ポリストーンだったりとか、いつもとは違うね。ではね、早速開けていこうか。楽しみ。ちょっとね、開封の瞬間も今回はね、動画に撮っていきたいと思います。そっか。なるほどね。今回ちょっとフィギュアが重くて破損しやすいと思うので、こんな感じで丁寧に発泡スチロールで梱包されてますね。いつも動画に収めてなかったけど、この瞬間がね、実は一番テンション上がってるんですよ。ちょっと待ってね。危ないから、こうやって、おお、なるほど。ポリストーンのガメラと同じ匂いがする。うわー、重い重い重い。これはね、落としたらやばいですよ。ちょっと待って。鳥肌立ってきた。よっしゃー。見るからにやばいぞ。置いて。危ない危ない危ない。ちょっと待って、そういう、ダメだよ。変なことしちゃダメだよ。足の裏のこの突起をここにねじ込んでいきます。よし、これでいいのかな。ちょっと浮くね。あんまりこうね、強く押したらボキっていくから、無理せずこれぐらいでいくか。置いて、あれ、尻尾がない。あ、この発泡スチロールのこちら側に多分ついてますね。なんかもう不良品かと思ったわ。よっしゃ、来た。で、これをここにつけると、マグネットになってんのかな。安定しましたね。そしてこちら波のパーツ、これをこの足の隙間にこんな感じでスポッてはめます。最後にこのビルのパーツをあそこにはめます。ちょっと細い方を手前に入れて、ちょっと太い方を奥に入れると、そうするとさらばゴジラ。はい、こちらは2004年に公開されたゴジラファイナルウォーズの往来則義さんが描くポスターを坂井裕二さんが立体再現した作品になります。ちなみにこちらの坂井裕二ベストワークスセレクションは記念すべき第1弾ということで、第2弾以降がどんなフィギュアになるのかが気になるところですが、そこはひとまず置いておこう。こちら高さは背びれまでが一番高くて28センチから29センチ弱ぐらいあるね。そしてこの台座の幅は24センチほど。そしてこの奥行きは台座は24センチで正方形なんだけど、若干尻尾がはみ出てるから、27センチほどかな。で、先ほども言った通り素材は PVC だけじゃないので、かなり重厚感があります。ゴジラで筋トレできそう。味ポンとリップクリームと並べるとこんな感じ。ボリュームはあるけれども高さがめちゃくちゃあるっていう感じではないですね。SH モンスターズと比較するとこんな感じ。ちょっと台座があるからちょっと伝わりにくいかもしんないけれども、でもモンスターズと比較するとだいぶ大きいですかね。フィギュア自体が東方大怪獣シリーズのファイナルウォーズゴジラと比較すると、台座も含めると高さは同じぐらいですね。ただフィギュア自体は東方大怪獣よりもやや
小ぶりっていうイメージかな。東宝30センチシリーズと比較すると台座も含めてもだいぶちっちゃいですね。ここの背びれの高さとここの頭の高さが同じぐらいかな。ではさらばゴジラ、細かい部分見ていきましょう。まずこの全体のフォルムどうですか？いや、再現度が半端ない。てかこのイラストが立体になってるよ。すごい。すごい時代だ。でちょっとまずこの顔面をね見ていきたいんですけど、ポスターの方でははっきりと顔が分からなかったんだけど、クリクリっとしたお目目がしっかりと見えてますね。こんな顔をしてたんだね。さらばする気ないですね、この顔は。でね、この顔をね、皆さんどこかで見覚えありません？多分もうね、詳しい人だったらねすぐ分かったと思うんだけど、こちらゴジラミレニアムのひな形、これとめちゃくちゃ似てるんですよ。もはや同じなんだよねこれ。でね、これどうやら往来則義さんは坂井裕二さんのミレゴジのひな形を見ながらこのポスターを描かれたらしいんですよ。だからこれ似てて当然なんですよね。そしてゴジラファイナルウォーズ公開時のゴジラ50周年記念のロゴもよく見るとミレゴジのひな形のシルエットだったりするので、これは間違いないでしょうね。でも面白いですよね。坂井裕二さんの造形物を元に描いたイラストを坂井裕二さんが作るっていうねなんか伏線回収みたいな。もちろん顔だけじゃなくても全体のフォルムがミレゴジのひな形そのものなんですけど、僕ねこれ何度も言ってるんですけど、ミレゴジのひな形がめちゃくちゃ好きなんですよ。こっちの着ぐるみ、こっちもね可愛らしくて好きなんですけど、やっぱこのひな形のこの獣感あふれる、野生味あふれる造形っていうのがねめちゃくちゃ好き。いい意味でゴジラらしくないというか、この下顎のこの牙の細かさとか本当に芸術、素晴らしい。あとね、ベロの下側にある細かな牙みたいな凹凸、この辺もね相当細かい作りになってます。でいつもの PVC よりちょっとねキメが細かく作られてるような、そんなやっぱり印象をね受けますね。この辺の上側の歯とかもかなり細かく作られてます。でやっぱりねポリストーンとかなので硬いです。これだから落としたりすると間違いなく欠けるので、取り扱いには本当に注意ですね。いや可愛いな。でも猫みたい。ちょっと外してレビューするので本当に取り扱い注意します。口の中の光沢感とかもねいい味出してますよね。こんな感じで上側もね、わー細かい、すごいな。非常に生々しいです。顔面を上から見てもやっぱりほっそりしてるっていうのが分かりますよね。ミレゴジのひな形は本当にこのシャープさがいいんだよね。でここに見えるのがおそらく耳ですね。長い耳があります。右耳がちょっと分かりやすいかな。いやいいね。この角度めっちゃ悪そうな猫って感じで飼いたい。いやこの横からの角度いいね。やっぱこのベロがねひな形の特徴だね。躍動感あってやっぱいいな。こいつの方向を聞いてみたいそしてこのねやっぱひねりもいい。シャープな体。いやこれがいいんだよ。この腕がいいんですよ。着ぐるみのミレゴジよりかはトゲトゲは抑えめなんだけど、この手の先、この妖怪のようなしなやかな手をしてるんですよ。これが非常にねこのひな形の魅力なんですよね。わかりますかね。この細い手首と嫌に長い指、この辺もゴジラらしくないっていう感じでめちゃくちゃ好きなんですよ。本当に引っかきそうやもんねそんな爪してるんだよね。手のひらはこんな感じで若干薄めの彩色になってますね。本当にこの爪といい、この顔といい、このゴジラは化け猫感あるよね猫科のゴジラっていう感じがねしますね。だから僕はこのゴジラ好きなのかな、なんとなくね。いやただ表面もねやっぱり細かいですね。触った感じもいつもの PVC よりかはキメが細かくて、これ実際に触るとちょっと、痛いんですよね、硬くて。だから触ったり持ったりして分かるいつものフィギュアとの違いっていうのも面白いですよね。で腕からのこの首のラインもこのゴジラはかっこいいよね。このひねりがねそもそもかっこいいんだけど、すごいなこのくぼみ。このラインめちゃくちゃかっ
こいいな。でこのなんか溝っぽい感じとかは尺五字をね彷彿とさせますよね。ちょっと突起が激しめの感じとかね。いやーすごい。あ、この口の感じもいいぞこれ。そして首からのこのボディ、いやここもねやっぱりこうほっそりとした感じが105時間ありますね。この真ん中のラインとかね、ただこう大胸筋がねしっかり発達しているあたりっていうのもゴジラらしくていいですね。結構トゲトゲしてるんですよ、表面はね。いやー細かい。彩色は黒と灰色が混ざったような感じなんだけれども、こう影によってね陰影ができるので非常に立体的に映りますよね。この辺がすごいな。さらに腕同様この足もかなりしなやかですね。ちょっと台座から外してますが、改めてこうやって下半身を見ても本当にミレゴジのひな形ですよね。本当にね同じ造形をしてますね。顔と腕同様しなやかな獣感あふれる足してますね。絶対走ったら速い。ただこの突起の奥にねこうちょっとしたこう筋とかがあって筋肉の繊維とかが見えるあたりはさすがだなと思いますね。いやーこのねふくらはぎいいですね。そしてこの辺はね後で台座を見たら分かるんだけど、炎の照り返りっていうのかな、それによってこのオレンジのグラデーションが施されてますね。いや非常にいいグラデーションしてますね。この表面のね鱗模様みたいなのも非常に細かい。この爪だよね。爪一つ一つにこんなやって細かなラインがね彫られてるんですよ。この間もう職人芸だよね。すげえ。でも改めてこのゴジラの爪がガッてね力強く開いてる感じめっちゃ好きだわ。シャープなんだけど非常に力強さも感じるというね、非常に好きな造形ですね。ちょっと再び台座に乗っけましたが、やっぱこの足いいね。やっぱジオラマの上に置くとより映えるわ。ちょっとこう浮くのは仕方ないかもしんないなね。無理やりやったら折れそうだから無理はしない。そしてやっぱりこの背びれですよ。いやねこれ今思ったらミレゴジだわこの天にも昇るような稲妻のような形をした背びれ、これはもうミレゴジの特徴だもんね。ひな形着ぐるみ問わずね。この背びれはねやっぱり歴代のゴジラの中でも一番かっこいいんじゃないかなって思う背びれなんですよね、個人的には。そっか、この背びれを採用してたんだね。そりゃかっこいいわ。このシャープなボディにやっぱりこのトゲトゲとした背びれは合ってますね。改めてすごいすごい。奥の方は黒でもこうやって見ると黒から水色そして白へのグラデーションがねめちゃくちゃ綺麗なのが分かりますよね。うわすっごい綺麗。ここは分かりますかね、クリア成形になってますね。後でこれ光らせますから。こうね黒水色そして白のグラデーション、いや美しいね。すごいな。ここはあれなんだ、 PVC っぽいですね。背びれは PVC っていう感じが、とはいえちょっと落としたりとかすると折れるかもしんないね。やっぱかっこいいなこの背びれ。いやトゲトゲしい、素晴らしいね。この尻尾のところまで激しい突起が続いてるんだよね。そして下からの炎の照り返しと絶妙なバランスだ。またねこの尻尾の形がいいのよ。このぐるんって巻きついてる感じ最高だよね。で最初につけた通りここがこんな感じで磁石になってるのかな。スポッとつけることができます。なので多少分割線みたいなものはありますがかなり安定してますね。もうちょっとの力では取れないようになってます。この尻尾細く長いんだよね。いやここまでしっかりあるね。素晴らしい。だってさ足の前まで尻尾の先がね続いてますから、上から見てもこの巻きつき具合アルファベットの U みたいになってる。裏側はこんな感じ。左足には GD106 かな。そして U 字の文字があります。そして右足はオレンジ色ですね。尻尾の裏側もこんな感じで細かく作られてますね。
この色のコントラストがいいですよね。下から見ても結構シャープな作りになってます。でもこの体のひねり方って劇中のクライマックスでカイザー・ギドラを倒したあのシーンをちょっと彷彿とさせますよね。意識したのかわかんないけど、でも当時のポスターはね、なんかそのイメージだったかな。ではね、こちらの台座を見ていきましょう。まずこちらに坂井雄二ベストワークスセレクションボリューム1ゴジラ2004ポスターバージョンさらばゴジラの金属プレート。これがまたいいんだよね。ほらピカピカですわ。磨いたらもっとピカピカになりそうでね、やっぱボリューム2とかも気になるよね。いや、これ集めたら大変だな。そしてこの街並み、これがまためちゃくちゃリアルなんですよ。うわ、このグラデーション半端ない。上に行くにつれてだんだん薄くなっていくね感じ。いやー、細かいな。めちゃくちゃ細かくない？すごいよねこれ。この小ささですよ。この辺ちょっと崩壊してたりとかして、いやーすごいな。裏側はこんな感じ。これはもうポスターでは絶対見ることができない場所ですよ。ちょっとこの辺も硬いですね。ボキーってやったらね折れますね。キャストさんの特撮大百科的な感じですね。取り扱い注意といった感じです。ここのなんかね、なんだろう、骨組みなのかな。これはねおそらく PVC ですね。軟質素材になってます。この辺の素材の使い分けっていうのもね、このフィギュアの面白いところだなって思いますね、本当に。そしてビルの目の前にはこの海、海の波だねこれね。この波のね色がまたいいのよ。この青と白のねバランス、濃かったり薄かったりするところとかね。いやー、そしてこの波が強い部分のこの打ち上がり具合、かっこいいよね。すごい細かいね。素晴らしい。そしてね、これが先ほどのパーツなんだけど、これはね微妙にこうクリアになってんだよね。あ、めっちゃ綺麗。すごい。ほらゴジラの背びれみたいにいいですね。やっぱ美しいね。真上から見るとこんな形になってます。ここね、ゴジラの足跡がしっかりね2つありますね。そして改めて乗っけてみました。やっぱ台座の上に乗っけてなんぼだね。当たり前だけど。で、いつもの PVC のフィギュアとの違いはこうね、気持ちこう分割線が目立ってないところかな。っていうかほとんど目立たないんだよね。わかんない。こういうここの足の付け根らへんとか、この腕周りはちょっとだけわかるけど、この肩らへんとかね、ほとんど分割線が目立ってないんですよ。こういうところがやっぱりこう今回のフィギュアの高級感あふれるゆえんなのかもしれないですよね。チャッチー感じがしない、まさに高級なフィギュアっていう感じですね。尻尾のここだけですね、分割線が目立つのは。いやー、この街並み越しのゴジラ、かっこよすぎるね。背びれいいわ。ではこちら少年リーク限定版ということで光らせていきましょう。で、実はねこれもう一回こいつ取らなきゃいけないんです。で、この台座の裏側に電池を入れる穴があるんですよ。だからこれ支えながらドライバーで回さないとね、本当に単三電池 ×2 ですね。しっかり入れて OK で、奥側のスイッチをオンにします。いきます。3、2、1。おいや、お、すごい。ちょっと待って、めっちゃ光ってる。もうちょっと暗くしたら分かりやすい。これすごくない？この輝き。皆さんこんにちは。この背びれはね、白っぽい光かな。わずかにこの辺水色の輝きを放ってるけど、いや美しい。ホワイトクリスマスやこれ。今年のクリスマスはこいつと過ごすわ。君に決めた。でも奥の方は特にこう白みが強い。ただね、わかりますかね、この辺の黒い彩色もしっかり残ってるから、しっかり黒と水色と白のグラデーションもわかりますね。めちゃくちゃ美しくない？ここまでこう光ってるね。うわ、このシルエット半端ないめちゃくちゃかっこいい。ちょっとゴジラの顔がはっきり映るような明るさで、いやでもこれでも十分明るいね。ちょっと部屋を明るくすると白みがなくなって彩色の青と黒がより目立ちますね。なので部屋を明るくした方が
よりポスターに近い彩色になるかもしれませんね。でね、これ驚いたのが、もう皆さん気づいてると思うんだけど、この台座、ここも光ってるんですよ。っていうかむしろここの明かりの方が明るい。ほらこの台座ね。あ、やっぱここの存在大きいな。上から見た時の感じが全然違う。あ、だからここクリア成形だったんだね、全部が。はあ、すごいわ。この炎の明かりとかさ、すごくない？こことかは全然そんな光るなんていう風に思わなかったな。この明るさによってこの尻尾の照り返しが際立つんだね。うわー、すげえ相乗効果や。これだとね、あんま分かんないもんね。これによって尻尾のこのオレンジが生きてくるんだよね。そうきたか。列海を部屋を暗くするとこんな感じ。いや災害だよこれ。炎感が一気に増した。この凄惨な現場を表してますね、炎が。いやー、すごいな。崩壊したビルを見ながら言うのもあれなんだけど、美しい崩壊イルミネーションだ。うわー、やばいねここめっちゃ美しい。ブルーアイズじゃないけどブルーウェーブだ。ブルーウェーブのホワイトモンスターだ。あったかくはないね。ちょっと待って、ずっと見てられるんだけど、これちょっと本当にゴジラさんには申し訳ないんだけど、ゴジラの背びれ以上にここ興奮してるかもしんない。でもやっぱり彩色が濃いところとか薄いところがやっぱライトによって際立ってるね。上から見るとこんな感じです。めちゃくちゃ美しいです。すげえ。いやー美しい。いや、これ早くもボリューム2が楽しみになってきた。でもこれ見て、こうやるとゴジラのスタンドやばい、何この幻想的な感じ。こっちのがスタンドっぽいね。あれ、なんか違うゴジラも見えてきた。なんかこれかっこいいな。すげえすげえ。いやー、本当にね、いいわ。ちなみに明かりをつけた状態だとこんな感じ。まあそれでも十分見栄えが違います。上からだと分かりやすいかな。こんな感じ。結構明るくない？やっぱり見栄えが全然違います。でもこうなったら通常版はどういった彩色なのかっていうのも気になりますね。いや、ただ2つは買えねえな。はい、というわけで今回は坂井雄二ベストワークスセレクションさらばゴジラをご紹介させていただきました。本当に素晴らしい作品でした。本当にこのポスターがね、こう立体化してるっていう嘘みたいです。幻のメカゴジラ以来のね、奇跡ですね。で、このゴジラファイナルウォーズっていう映画は僕は当時見に行きました。ただね、これ何度も言ってるんですけど、当時はね、あんまり受け入れたくないような最後だなって思った記憶がめちゃくちゃあるんですよ。本当に当時の僕はね、なんか軽いなって思っちゃったんですよ。やっぱりこう VS シリーズのイメージがずっとあったから、ミレニアムシリーズに移行してもね、こうバチャバチャしてて楽しいんですけど、って思ってたんですよ。ただあれからね、こう十数年経って面白いなって思うようになったんですよね。そういう方も結構多いと思うんですけど、でこれって多分なんですけど、ゴジラが続いたからだと思ってるんですよ。一応ね、このゴジラファイナルウォーズは最後っていう歌われてたじゃないですか。で、実際このゴジラ映画が最後だったら、未だにやっぱり受け入れてないような気もするんですよ。ただやっぱりね、その後続いて今めちゃくちゃ盛り上がってるじゃないですか。だからこのゴジラ映画はラストのようでラストじゃないんだと。だからこそ締めっぽく終わるんじゃなくて、楽しくお祭り的な映画なんだという解釈を自分の中で勝手に無意識にしてるのかなと思ったんですよね。ゴジラは終わらねえぞと、通過点だと、そういうなんかメッセージ性が込められてたんじゃないかなとかさ、そう思うことによって多分浄化したんじゃないかなと思うんです。で、このポスターをミレゴジのひな形にしたっていうのも、あくまでミレニアムシリーズが
終わりっていう裏テーマがあったんじゃないかなって思ったりもしてるんですよ。まあないと思うけど。でそれとは別にやっぱり今見るとね、映画の中に出てくるゴジラがめちゃくちゃ強いしスタイリッシュだしかっこいいんだよね。やっぱ自分の中でやっぱりアニゴジは強いけど最強はこのゴジラなんじゃないかなって未だにちょっとね思ってたりもするとこあるし、で人間の戦闘シーンとかも当時はあんまり好きじゃなかったんだけど今見るとね面白いんですよ。松岡修造さんとケイン小杉さんのなんか体術がね素晴らしいし、僕の大好きなドンフライも出てるしねいや見どころはねめちゃくちゃあると思います。あと北村一輝さんの演技もね僕は好きなので、やっぱマグロ食ってるようなのはダメだなっていう名言も生まれたしね。で今回のフィギュアを買った時に同時にねこのゴジラファイナルウォーズスペシャルエディションっていう DVD ボックスも買ったんですよ。でこの DVD のメイキングとかねプロモーションとかを見るとよりこの映画が好きになりました。当時の監督とかの思いとかね、どういう風にして作られたとか経緯とかが全てねここに詰まってるのでおすすめです。めちゃくちゃ。で DVD についてたこちらゴジラファイナルウォーズの基礎知識のここにわかります？ゴジラファイナルウォーズでは初代ゴジラが死滅せずそのまま生存していた設定になっていると。この設定が本当に記載されてるのかっていうのも確認したくて買ったっていうのもあるんですよ。だからファイナルウォーズゴジラは初代ゴジラと同一個体ってことがね書いてあるんだよね。すごいよね。びっくりした。はい、というわけで皆さんもねゴジラファイナルウォーズ最近見てないなと思った方は是非見返してみてください。そんな感じで今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた。さらば。とうとうとう。